私が王子と愛王子の、共演作の中で一番衝撃を受けた作品はやりちんビッチ部です。ジャンルとしては BL 作品ですが、内容はギャグ要素が多く世界観がぶっ飛んでおり大好きな作品です。ドラマ CD のフリートークはキャストさん全員がテンション高く楽しそうで、毎度爆笑しておりました。王子と愛王子の初めての共演作品がこの作品だと別で、話されておりましたが、改めて初めて共演した時の感想を教えていただけますと幸いです。初めての共演がこれだったんですか？なんかがっつりメインで、掛け合うとか、関係性がすごくあるみたいな感じの作品がこれっていう認識かな。愛王子が受けですか？いや、俺のキャラは俺がやってるキャラは、そういう感じのシーンが今のところない。発売してる感じだと。そうそう、俺もない。まあでも受けです。はい。小林くんは受けです。やけて攻めやったことないの？攻め？あるよ、一回だけ。あるんだ。ある。俺増田俊樹攻めた。マジ？俺もね一回だけ攻めある。本当に？俺ね前野さん攻めた。俺前野さんには攻められた。前野さんが攻め側だよね、本当は。二人はまあ受けが多いですもんね、きっと。もう圧倒的にね受け声ですよね、我々は。しかもまあ今のところなんだろう、短編っていうよりももう関数が続いてる漫画で。もう人数がね7人ぐらいいんのかな。先輩たちはみんなそういう関係になってんだけど、そうただれてて、1年生の俺ら2人とあと浜野大輝がやってる役があるんだけど、それは今のところまだ純潔を迷ってて。ちなみに浜野大輝が攻めで小林くんが受け。多分関係性的にはっていう感じになりそうな雰囲気はあるよね。そうだね、おそらくそうなるでしょう。だからこことここがつながるのはおそらくないんじゃなかろうか。多分両方ともじゃあ作中は受けっぽい。なるほど。どうかな。いや、どうなんだろうね。タムタムキュン攻めちゃうんじゃない？いやー、それはすごいな。その展開は、それはそれで。二人だったらどっちが受けか、どっちが攻めなんですかね？僕が受けでしょ。なんでちょっと嬉しそうでもそうかも。いつも攻めたいって言ってんのに。そうなの？なんかね。村瀬さんだと受けになっちゃう。ああいうにはちょっと攻められてみてえな。なんかこの前、僕と八代がやってる番組に、ゲストで来ていただいてありがとうございました。こちらこそ。その時になんかコーナーの中でちょっと話してたのが、多分、小林くんと俺だったら俺が攻めになるんだけど、八代と小林くんだと、八代が受け側だよね。八代には指輪を渡す感じの立ち位置で、俺は、どっちかというと指輪を渡す側の立ち位置みたいな感じ。それはもう声質なんですか？それとも性格上？なんで？あれは多分小林くん主導で多分それを感じて決めてた感じがするから。いや、タックは、俺さ、声のギャップを使いたいなと思ってて。タクの方が声質低いから、普通だったらそっちが攻めじゃん。なんとなくのイメージで。なるほど。でもそれをあえて逆にすることで、なんか生まれるギャップの面白さがあるんじゃないかなと。どっちもさ、そうするとさ、どっちもギャップになるけどさ、それはそれでやんごとなき別に。もうギャップの大渋滞でいいんじゃない？大渋滞するときはするわ。でも、あゆは、やっぱ性格的にも、すごいずんずん攻めていく人間だと思うから、なんかね、俺はそれがすごい気持ちいいなと思うのよ、見てて。だからこそ、もう性格のまんまに、もう素のまんま、だから俺も、あれだったらいいなっていう気持ちでいられるから、そのまんま素でやったらどうなるのかなっていう。今、なんか普通に照れるんだけど。